はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、センター試験2019数学 1A の問題を解説していこうと思います。つい最近ですね、河野玄斗にセンター試験数 1A を10分で解かせてみたっていう動画を上げたんですけど、そちらの動画がありがたいことにかなりバズりまして、コメント欄にどうやってそんな早く処理してんのとか、センターの解説してほしいですといった要望がたくさんあったので、今回はそちらの解説をしようと思います。で、今回前編ということで、共通問題の第1問と第2問の方を解説しようと思います。解説の中で僕はどうやって考えたのか、これについて紹介していこうと思うので、その中からどうやったら数学 1A センター試験の問題を早く解けるのかなっていう、そういったエッセンスだったりを抽出していこうと思っているので、ぜひ、その受験生の皆さんは参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで、早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。センター数学2019数 1A の問題ですね。数 1A なので、数 1A 解かれる方が多いと思うので、数1と間違えないようにしてくださいね。で、あと、今回は僕がどういうふうに考えてパッパッと解いていったかなので、もう本当だったらもうちょい丁寧に考えなきゃいけないんですけど、僕が早く解くコツっていうところなので、その自分の実力に合わせて真似できるところだけ真似していっていただくっていう感じですかね。なので全部を真似して、おろそかにするよりも、これだったら自分真似できそうだなっていうところだけを真似していってもらえたらなと思います。ということで、まず第1問目から、A を実数とする。9A2-6A プラス1は、これはもう見た瞬間、この式以外見なくていいんですよね。もう3、1でしかありえないということで、3、1を当てはめる。で、次に、この絶対値 A の値が見えるわけですよね。で、ルート X の2乗イコール絶対値の X ということが分かっていれば、もう見た瞬間、この 3A-1 の絶対値と A プラス2の絶対値の和だっていうふうに頭の中で変換できるんですよね。で、下の方に3つ場合分けがあると。これただこの値を求めさせたいだけだなっていうふうに他のところ見なくても分かるんですよね。本当はちゃんと見た方がいいですけどね。本番だったら僕は見ます。で、とすると、とりあえず足してみようと。そしたらもう4と1がほぼ確定するんですよ。で、引いてみると 2A-3 になると。で、岡的にマイナス2、3っていうのが決まるんですよね。こういう感じで、本当だったら良くないですよ。僕はこうやってタイムアタックっていう条件だったらこういう風に解くという感じですかね。で、結構センター試験っていうのは本当に最初の方とかは1行計算すれば済むっていう問題がたくさんあるんですよ。だから1行計算すれば済むんだったら、その1行何かしらきっと与えられてるやつをこうするんだろうなっていうことを見越して、それでその数値、O かみたいな感じで、その2つなんか入れるんだなっていうところに合わせて僕はやりましたという感じですね。はい。ということで、もう終わりですね、ここに4と1が入ると。で、次見ると、A イコール 2A プラス13。もう見た瞬間、この3つの場合分け、それぞれで A を求めてあげればいいんだなっていうことですね。これよくありますよね。二次関数で最大最小を求めさせて、その後最大引く最小が何となるって言ったら、さっきの場合分けに戻って、バーっと全部の場合を求めてあげて A を求めるみたいな。そういった問題もよくあるので、これ見た瞬間 2A プラス13全部、これでイコールで結んであげると。それぞれイコールで結んであげると。そしたら、一番上は 4A-2A で 2A、13-1で12で A イコール6っていう風になりますね。で、6はでかいから当然3分の1より大きいっていうことがわかる。で、こういう時って大体上2つに当てはめて成り立つっていうことはあまりないと思うので、真ん中は僕はもう計算するときに多分違うんだろうなーってなんとなく思ってましたね。で、実際 2A プラス13やると、右辺に 4A、左辺にマイナス10が来て、マイナス2分の5と。で、マイナス2より大きいというのが見えたので、マイナス2分の5じゃないなっていうことはわかると。で、同じように 2A プラス13を下でやると、6A と移行してマイナス14だからマイナス3分の7になって、これは満たすということですね。で、ちゃんと、けこさっていうフォーマットにも合ってるので問題ないだろうということで次行きました。こんな感じでパパパッと処理できるところは処理してほしいという感じですね。この問題に関して言うと、もう詰まるところはあってはならないぐらいの気持ちでやってほしいなと思います。次。これはよくある必要十分条件の問題ですね。
これについてのポイントっていうと、ちゃんと事象を理解するっていうことですね。ちゃんと理解できれば解けないことはないはずなので、しっかりと冷静になって分析するっていうことが重要になってきます。今回、まずパッと見て、PQR 与えられてんなっていうのを見て、P の条件を、否定も使ってんな。で、次。P の否定を満たすとする。not P を満たす。そうしたらっていうことで、P は M と N は共に奇数。だから共に奇数というわけではない。ってことは片方以上が偶数だっていうふうにわかれば。あとは、M が奇数ならば、つったら、偶数じゃ必要。M が偶数だったら、どっちでもいいなっていうので、0、2がすぐに当てはまるっていう感じですね。で、次行くと。で、P は Q、P は R であるため、P の、not P は R であるための、これ必要十分条件の問題か。っていうことで、パッと見て、P は Q であるためのっていうことで、その、P は Q であるためのっていうのは、こういう風にどっちも調べればいいんですよね。どっちも調べてあげる。頭の中でパッと。そうすると、どっちも奇数だったら、かけても奇数だね。成り立つ。かけて奇数だったら、どっちも奇数じゃなきゃダメでね。成り立つ。だから必要十分条件だな、っていうことがわかると。次、P は R であるための、M と N がどっちも奇数だったら、M とプラス 5N は偶数ですよね。もちろん。っていうのも、奇数足す奇数になるから偶数だと。一方、足して偶数っていうのはいろんなパターンがあるから違うだろうっていうことで、これはこっち、左側、これは、右側の矢印だけが成り立つということなので、十分条件だということになりますね。はい。右側が十分で、左側は必要。これはもう覚えておいてくださいね。で、一応なんですけど、この、P ならば R が成り立つ時点で、おそらく R ならば P は成り立たないだろうなっていう目で見てたので、パッと切れたんですね。っていうのも、さっき必要十分条件だったら、あんま被らないんですよね、センターのやつって。もしかしたら長い歴史の中で被ってる問題もあるかもしれないんですけど、一回必要十分条件で出てきたら、次は必要十分条件じゃないんですよ。てか、次も、その次も。だから、こっちが成り立つって時点で、こっちは成り立たないんだろうな。で、パッとちょっと見て、どうせ成り立たないって思って、詳しく書かずに、判例とかも考えずに、2を選んだというわけですね。で、次。not P は R であるためのっていうことで、今回、not P 矢印 R と R 矢印 not P をやんなきゃいけないんですけど、こっちはおそらくないだろうと。初めから。なぜかっていうと、さっきの2つが必要十分条件と十分条件っていうことで、どっちでもないってことはこっちも成り立たない。こっちは成り立たないだろうなっていうふうに最初から思ったわけですよね。ということで、そういった目線で見てみると、not P っていうのが曖昧なんですよ。どっちも偶数か偶数奇数かっていう時点で、2つある時点で R っていうものは成り立たなさそうですよね。成り立たない。ということで、そうだろうな。で、次。R ならば not P。これならばこれ。っていうところは成り立つかなっていうところを確認するんですけど、この not P っていうのが厄介だったので、対偶を取ってあげると。そうすると、P ならば R じゃないっていうことを確認したいんですけど、それさっき、P ならば R っていうのは言えたわけだから、それは成り立たないんだっていうことで、これは成り立たないっていうわけですね。こんな感じで僕はやっていきました。で、一応、今回のところで言うと、被りはないだろうっていうことで、どんどんやっていったわけなんですが、本当だったらちゃんと確認してくださいね。っていうのも、前の問題が合ってるとは限らないので、少なくとも僕は間違ってないだろうなっていうふうに思ってたので、こういう感じでパッと処理できたという感じですかね。じゃあ次、3。第1問の四角3と。A、B は共に正の実数として、こういった条件が与えられてますね。で、グラフ G の頂点の座標はって書いてあるので、これはもうマイナス 2a 分の b っていうのを分かってれば、こいつを半分にしてマイナスつけてあげればいいから2っていうの感じだったんですけどね。一応その平方完成してもいいですよ。こういう風に平方完成してあげて、あとここで出してあげるっていう感じですね。で、次、y 座標の値なんですけど、これはどうやって考えるかっていうと、平方完成してあげた時に出てくるのが、こいつの2乗が出てくるんですよ。平方完成。こいつの2乗が出てきちゃうわけですよね。だから、こいつの2乗を引いてあげなきゃいけないなっていうふうに思うわけなんですよ。2分の b 引く a の2乗を引く。で、a2 乗プラス1を足してあげるっていうことなので、パーッと見てあげると、b2 乗に関するものは4ですよね。ここ、当然。で、ab っていうのはここに出てきてんだなと。で、a2 乗については、
ここで相殺されてんだな。だから残り1っていうのが出てくるんだなっていうので、僕は暗算で解けたわけですね。だから平方完成っていうものが絶対出ると思うんですけど、例えば、例で 3x2 乗プラス 7x プラス4という問題があったら、どうやって自分の中で平方完成していくのか、ここを省略するっていうこともすごく重要ですね。必ず出るので、平方完成。まず3でくくってあげると、3分の7になって、それが半分だから6分の7。僕はこんな感じでやってますね。で、2乗すると、これの2乗かける3が引かれるので、36分の 49×3、12分の49が余分に出てくるから、それを引いてあげる。で、それに4を足してあげる。だから4引く12分の49で、マイナス12分の1っていう風になるわけですね。こんな感じでパパパッと平方完成できるようにすると、そこだけで時間短縮できるというわけですね。で、今回こんな感じ。だから、2分の b 引く a の2乗が出てくるから、それを引いてあげて、a2 乗プラス1に足してあげると。で、あとは一個一個こう見てあげると、問題なく処理できるってわけですね。で、次。グラフ G が点 -1、6を通るとき。もう通るときって言われたら、代入しろってことなんですよ。代入しろってこと。だからこいつに、この式に代入してあげると、6イコール1引く 2a 足す b 足す a2 乗プラス1っていう風になりますよね。はい。x にマイナス1入れるとき、2a、カッコ 2a 引く b、カッコマイナス1っていう風にやらずに、もう初めからマイナス 2a プラス b って展開できるとか、展開した方が実態になりますね。で、b の取り得る値の最大値はっていうことで、b イコールって形にしろってことなので、b イコールマイナス a2 乗足す 2a 足す4と。これ、左に移行してるわけですね。はい。こんな感じで、今ちょっとした時短なんですけど、b を左辺に移行して、マイナス b イコールから始めて、最後マイナス1で割るんじゃなくて、b イコールっていうのは右に残したまま、a たちを左に移すと。で、式上は頭の中で最後にひっくり返すので、b イコールっていうのをまず書いて、左に移したらどうなるかなっていうのを右に書いてあげるっていう方法でやってますね。で、あとはこれを普通に平方完成してあげると。こうやってまず、2の部分を見て、マイナスでくくったらマイナス2になるから、それを半分にしてマイナス1がここに来る。で、そうすると、ここはマイナスなので足されるんですよね。余分に出てきた1ってものを足さなきゃいけないから、4に足してあげてプラス5という感じで、はい。一応、平方完成ができて、これ危なかったんですけど、危なかったから本番では絶対やらないでほしいんですけど、僕 A と B は共に正の実数とするっていう最初の条件を見落としてましたね。だから、注意してください。本番ではちゃんとしっかり読みましょう。僕今回はたまたまそれがね、使わなくてもよかったんで、安心だったっていうことですね。今回、A イコール1の時、最大値5となるというわけですよ。はい。A イコール1の時、最大値5となるっていうことが、これでパッとわかると。本当だったら、A イコール1がそのちゃんと範囲に含まれてるかっていうことを確認しなきゃいけないんですけど、今回は問題なかったと。で、あとは、B が5、A が1の時、Y イコール X2 乗をどれだけ平行移動したか。この平行移動っていうのも簡単で、これも鉄板ですよね。頂点考えればいいんですよ、頂点。ということで、この値に A イコール1、B イコール5を代入してあげれば、2分の5引く1で、X の方は2分の3、マイナス4分の25、足す、5と1入れるから5足す1を入れて4分のマイナス1というところがパッとできると。もちろん計算が早いっていうのもあるんですけど、それでそうじゃなくて、ある程度パターンっていうものをしっかり押さえておくっていうことが重要ですね。平行移動っつったら、頂点でしょとか、マイナス1、6を通るって言われたら、代入するんでしょとか、もう何も考えずにそういう風に、もう1対1でやる。1対1対応でやっていけば、センターの問題って意外と簡単に解けたりするんですよね。ということで、そういったパターンをいかにたくさん押さえていくか。これをしっかりと、やっていってあげましょう。時間が足りない方は特にね、それだけでだいぶ時間はだいぶ、そのスピードは速くなると思うので。ということで、こんな感じで第1問終わりです。次、第2問。三角形 ABC において、AB イコール3、BC イコール4、AC イコール2とする。なので、とりあえず僕は三角形書きました。3、4、2と。で、A、B、C と。で、ここで丁寧に図を書けっていう人がいると思うんですけど、まあそれは、ある意味で正しい。ただ、これ、どんどん図を書いていく中で、どんどん多分その後足されるんですよ。いろんなものが。いろんなものが足されるときに、初めから
ちゃんと綺麗に図書くって難しいですよね。だから僕は、とりあえず適当に書いて、必要に応じて綺麗に書き直すってことしてますね。例えばなんですけど、これ後でわかります。まずは僕はこういう風に書いて、コサイン BAC。これもう、品質ですよ。見た瞬間、2×3×2 分の3の2乗足す2の2乗引く4の2乗をやればいいっていうのは、見た瞬間なんですよ。だから分母は 2×3×2 で12と。で、9足す4引く16っていうのを、パーって計算すれば、ここはマイナス3になるので、4分のマイナス1と。で、コサインがマイナスだから、BAC は鈍角ですね。またサイン BAC はっつったら、4分のマイナス1っていうのを使ってあげれば、4分のルート15っていうのがすぐ出るわけなんですよ。はい。ちょっと黒字で書いちゃいましたね。赤字で書くつもりが。という感じで、ここはもう何も考えずにパパパッと処理できなきゃいけない。次。線分 AC の垂直二等分線と AB の交点を D とする。だから AC の垂直二等分線を書いてあげて、AB との交点ってやるんですけど、これ、さっき鈍角って言ったのはこっちで交わるからなんだっていうふうにわかるんですよね。ここが垂直と。垂直二等分線を書いてあげる。だから、例えばなんですけど、図を書き直すとしたらこういうタイミングですかね。こういう時に、垂直二等分線書いた時に、こっちで交わるようにしなきゃいけないんだなっていうふうに分かるわけなんですよ。だから、それに応じて書き直してあげれば、3、2、4で、この垂直二等分線と、ここが交わると。だから、初めからこれを意識して書ければまあいいんですけど、3、2、4だったら必然的に鈍角になるっていうことだと思うんですけど、こっちに交わるように、じゃあ果たして最初から意識して書けるのかっていうのがわからないので、とりあえず僕はまず図を書いて、で、それに応じて、この条件だったらこういう風に書き直さないとダメだなっていうところで、そこの部分をちょっと意識して書き直してっていう風に、その都度やってるっていう感じですかね。そうすることによって、必要なところがどこかっていうところにむしろ注目ができると思うので、僕はそういう風にしてます。で、AB の交点を D とする。で、コサイン CAD、この値と。で、さっき、BAC のコサイン出したから、で、マイナス4分の1だったな。だからきっと4分の1だろうということですね。もちろん、コサイン180度引く、さっきの角の、シータとしましょう。これが、マイナスコサインシータだからマイナス1倍すればいいんですけど、4分のマイナス1に対応して、何分の何っていうのに対応するフォーマットが一致するっていうのは4分の1がありえないので、もう4分の1だろうと。何も考えずに書いたという感じですかね。で、これも注意しなきゃいけなくて、フォーマットありきでできるんですよね。だけど、一応、これは同質できるようにしましょう。これは品質なんだよね。これどういう風に考えるかっていうのはよくあると思うんですけど、僕はこういうグラフで考えてます。コサイン180度。180度スタートでマイナスシータだからマイナス進んでいくと。だからマイナス1からスタートして上がって下がってっていうのはマイナスコサインシータの波と一致するっていうことで、こういう風に導出してます。これはまた、今ので分からなかった方は別の動画で詳しく説明していこうと思うので、そちらの方をチェックしてください。ということで4分の1と。で、次 AD はって言われたら、AD この長さか。コサインここの長さが分かってるわけだから、これ分のこれ1。垂直に等分線だからこの長さが1。ってことはここ4だなっていう。で、フォーマット的にも4しかありえないっていうところですね。僕の場合はフォーマットありきでどうせ結果4だろうって見て、一応後付けでやっていくので、パパパって処理できるんですけど、それはちょっと上級者向けですかね。で、次が三角形 DBC の面積。DBC。ここの面積か。これってもう絶対 ABC の面積求められるから、で、ここの3分の7倍っていう風にすればいいんだなっていうことがわかるので、あとは ABC の面積は2分の 1×3×2 の3× この4、サイン BAC。これ公式ですね。それの3分の7倍っていう風にすればいいので、ここを約分して4分の7ルート15だということがわかるわけですね。こんな感じでパパパッと処理できるわけです。次、データの問題ですね。いろいろ書いてあるんですけど、どうでもいい情報がたくさんありますね。どうでもいい情報。ソメイヨシノ。いろいろ書いてあるけど、基本的にここの読み違いでどうこうっていうことはあまりないと思うので、とりあえず、タイムアタックだから、とりあえずあまり気にせず、ソメイヨシノ、ヒストグラム。ヒストグラムか。なるほど。で、いろいろ書いてあるな。で、2013年のヒストグラムは、2017年のヒストグラムはっていうのが見えたので、とりあえずこっちを見てみると。そしたら、
こういう箱ひげ図があって、下に丸0から丸5の選択肢があって、とすると、もうこれだけ見ればいいなって思ったので、2013、2017で、特にここにも何か書いてあることもないし、じゃあやってきます、みたいな。で、2013、2017、もうこれ特徴的なのが2013は明らかに幅が広いですよね。だから幅が広そうなものを選んで、丸3ここめっちゃ幅最後まであるな。だから2013丸3っていうのがすぐわかるわけですよ。じゃあ2017はつったら、特に特徴ないな。だったら、詳しく見ていかなきゃいけない。ここの最大最小っていうところに注目してあげてると、最小は80、最大が 122.5 のところに書いてあるので、125ぐらいのところですよね。125以下だったらいいということで、80から125のものは、丸4だけだっていうことで丸4。こんな感じで、見るべきところだけ見ていく。そのデータの問題っていうのはたくさん情報があると思うので、パッと見て、なんだっていうふうになるってはいけない。だから、見るべきところを見ていくっていう能力が大事なんですよ。だから、箱ひげ図。これは後でやっていくので、その時に説明していきましょう。その時に説明していきます。じゃあ、図3、図4から読み取れることとして、すいません。僕、ここ読んでないんですけど、なんとなく図3、図4からで、とりあえず図3、図4見ようと思って、箱ひげ図と、こういったいろんな図があると。いろんな図あるな。で、初見、箱ひげ図と散布図だという感じで書いてあって、散布図の点には重なった点が2点ある。2点ある。で、原点の通り傾き1の直線と、切片がマイナス15及び15で、傾きが1の2本の直線を付加している。この線とこの線とこの線のことか。っていうことがわかるわけですね。で、正しくないもの。皆さんちゃんとここに×つけてくださいね。そうしたら読み間違いないので。いろいろあるな、厄介だな、って思うんですけど、とりあえず、この箱ひげ図をどうやって読んでいくかっていうところで、見るべきポイントがもうすぐわかるんですよ。例えばこれ、最小値を比べてる、最大値を比べてる、中央値を比べてる、四分位範囲を比べている、みたいな感じ。もうこの時点で、もうこれも四分位範囲。最小値をどこ見ればいいか。最小値、最大値、中央値、四分位範囲。っていうところを、どこにどういう情報があるかっていうことが分かれば、もう一発なんですよね。だから、いろんな情報あるけど、最小値、ここ、一緒。次、最大値は、モンシロチョウが大きい。最大値、モンシロチョウの方が大きい。次、中央値は、モンシロチョウが大きいって言ってるから、中央値、大きくなってるな、みたいな感じですね。往復。それをしてあげてるだけ。四分位範囲は、3倍より小さい。四分位範囲、こことここ、3倍より小さいな。で、どっちがとかっていう風にやらなくて、3倍より小さいっていう情報だけでやったんですけど、で、四分位範囲は15日以下。モンシロチョウの四分位範囲15日以下。15日よりは多そうだなっていうのがパッと見て、ここは×だということが分かったわけですね。で、ツバメの方は15日より小さい。15日より小さそうだな。で、次、丸6。モンシロチョウとツバメの初見日が同じところが少なくとも4地点ある。初見日が同じ。これっていうのは、箱ひげ図から分かんない状況ですよね。だから、それぞれの個別的なところを見ていく。そしたら、同じところって言ったらここのラインか。1、2、3、4。だから4個以上だから合ってるだろうな。もうこの時点で7が×なんですよ。おそらく。で、×だろうなって思いながら、初見日の差は15日以下。15日以下。いや、超えてるのあるな。で、終わり。だから4と7っていう風にできますね。一個一個見るべきところがどういうところなのかっていうところ。箱ひげ図っておそらくほぼ出るので、箱ひげ図から何がわかるか。最小値がわかる、最大値がわかる、中央値がわかる、四分位範囲がわかる。第一四分位点、第三四分位点とかっていうのもありますよね。そういったところをしっかりとパッと見れるようにするっていうことが大事です。次。この問題に関しては割と知識だったりしますよね。この形って見たことありますか？見たことあるのかわからないんですけど、これ正規化って言いますね。これ正規化してんな。で、平均値、0だ。正規化の平均値0。標準偏差1。っていう、これはもう知識っちゃ知識。導けるのは当たり前なんですけど、導くとしたら、こいつの平均値っつったら、n 分の x1 引く x の偏差。足す、足す x2 引く、偏差っていうか平均値ね。こういう風にできると
そしたら、もちろん、x1 から xn 足してあげると、n 分の n の x。x の平均の n 倍になるわけですよね。っていうのも、x1 から xn まで足したものを n で割れば x の平均になるので、こうなると。で、今度こっち側の方を足してあげると、もちろん n の x の平均の n 倍になるからイコール0というわけですね。で、その平均値は0。だからその平均値を全部それぞれ s 分の1倍したものも平均値が0になると。で、今度標準偏差の方なんですが、標準偏差、とりあえず平行移動したものっていうのは標準偏差は変わんない。で、s 分の1倍してあげたら s2 乗分の1になってあげるわけだから、間違えた。で、標準偏差、s 分の1倍丸々してあげたら標準偏差も s 分の1倍になるので、s だったものが1になるというわけですね。これについてわかんない方は、ちゃんと、教科書なりで復習してあげてください。で、パッとさっきのを001っていうのを与えた後、なんか変換するのか。正規化 M' と T' で変換してんだね。で、散布図。散布図変換したらどうなりますかっていう問題かっていうことなんですよ。だからまず見るべきポイントは0、1、2、3でどういう風になっているのか。で、まず見たのが、ここですね。僕はここをまず注目して、この範囲っていうものがマイナス1から1なのか、マイナス2から2なのかっていうところだなっていうふうに思ったので、さっきのこの図を見てあげて、おそらく、広い。マイナス2から2だろうっていうふうに思ったわけですね。これはちゃんとしっかりと計算してあげなきゃいけないんですけど、とりあえず、こんだけ広ければ、マイナス2から2だろっていうふうに思って、まず0と1を速攻で消したっていう感じですね。これについては危険なので、本番ではちゃんと考えてやってあげてほしいと。で、次注目したのは、本当だったら、丸2と丸3の風貌っていうものと、こいつを比べてあげて、要は、正規化っていうのは圧縮してるだけなので、形がこれと一緒になるはずなんですよ。形がこれと一緒。こいつと一緒。だから、こういう形、位置関係にあるものを選んであげる。そうしたら必然的にここら辺のさっきプロットしたとこだけでも見ただけで丸2っていうのがわかるんですけど、僕はちょっとパッとそういう風に考えずに、とりあえず極端なところ見よう。極端なところ。こいつ極端だな。ってことはここら辺極端だなっていう風に見たんですよね。で、極端なところを見てあげると、極端なところで1個しかなくて、で、モンシロチョウに対応する部分が同じようなものがあるはずだけど、こっちにはあってこっちにはないぞっていうことで、ない方を選んだっていうのが僕の考え方だったんですけど、本来だったら、圧縮しただけだから、風貌が同じものを選べばいいんだっていうことで丸2を選んであげると。こんな感じでパパッと処理してあげるっていう感じですかね。はい。で、終わりかな？終わりですね。ということで僕はセンター数学 1A がこういう感じでパパっていう風に処理してきたっていうことを解説していきました。基本的にはもっと丁寧に解こうっていう解けば解くほど正確さは上がるんですけど、その分時間が足りなくなってしまったら困る。ということで、結局今のところから真似できるところは真似して、それはもう結局自分の実力ですね。自分の実力を見ながら、ここだったらできるな。例えば、もうワンパターンのところをしっかりと押さえていく。頂点の座標って言った時に、じゃあどうやって平方完成するか。平方完成をどういうふうに短縮していくかっていうところだったり、通るって言われたら、もうその瞬間にここに代入するっていうことが確定しているわけですね。確定している。だから、そういうふうに1対1で覚えてあげる。対応してあげる。とか、あとは、こういう必要十分条件のところで、ある程度色眼鏡をかけると。普通だったら取っ払わなきゃいけないんですけど、センターの場合は、おそらく被りはないだろうっていうノリで見てあげて、案の定そうだよねっていう感じで時短でやってあげるっていうこともできるわけですね。そんなところですかね。はい。少なくとも、センター数学 1A、これは基本問題しか出ないので、しっかりと復習して、その教科書レベルの問題をしっかりとパターン化して、もう1対1、通るだったら代入してあげるなとか、箱ひげ図だったらこういう情報がわかるなとか、そういったところをパターン化してあげて、パッと処理して、ちゃんと時間内に収めてもらえたらなと思います。ということで、
今回は前編ということで後編、第3問、第4問、第5問にまた引き続き解説していこうと思うので、そちらの方もチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。